よいしょ。はい、どうぞ。荷物多いね。こんな感じですよ。そう。倉庫だね。1ヶ月2ヶ月半ぐらいまではここでね営業してたんだけど、今そう今7月末に閉店したから8、9、10もう3ヶ月か。ね、3ヶ月経つね。家賃を払い続けてる。家賃払ってるまだ。はい、年内だから12月までかな。家賃でここいくらね50万弱かな。で今ここはだから内見者の人がいらっしゃればご案内して、で、もし話が進めばここを居抜きで買い取ってくれる。それが一番いいパターンね。契約が決まったタイミングからお家賃はあちらが負担してくれて、かつここは現状回復しなくて済むので、なんでスケルトンに戻す費用が、23坪ぐらいあるので、坪15万とか20万かかるとすると4、500。そんなかかんのあ、そう。いやだから本当決まってほしい。本当に決まってほしいから。でもね、状況は良くなくて、割と今どこの店舗も閉め始めてて、特にこの界隈は本当にゴースト化してきてるっていうか、空きテナントばっかり。うん。1店舗だけ、2店舗閉店して1店舗だけ再起をかけてスタートしたのが9月中旬から。で、なんとかねお客様も来ていただいて、本当に常連さんとか知人が多いけど、で今のところまだね一人もいらっしゃらない日は一日もないし、そういう日がもうほとんどだったからさ、以前はね。そう考えるとなんとかね耐えしのぎながら今やれてることに感謝してるかな。なるほどね。あれ精神的にはもう明らかにさ6月ぐらいあおちゃんの様子見るとやっぱどっかずっと不安を抱えてる感じのがやっぱ。いやもうあの時はもう普通の精神状態じゃなかったね。いやもちろん普通に振る舞ってるし、けど家に帰ったら本当にもうずっともうどうしようどうしようっていうことしか言ってないし、独り言じゃないけど、もうどうしようかなどうしようかなずっとそれ。この状況をどう乗り切ろうかなのか、もしくはこのままいくとどうなるのかみたいな、もう不安だよね。前向きな要素が一切なかったから。もちろん雇用もあるし、でお金はどんどん出ていくわけじゃないですか。多分普通の精神状態ではなかったと。それはでも感じてました。あ、本当。じゃあちょっと話を遡ると、2月だね。2月ぐらいからお客様減ったんだけど。そう、もう2月のやっぱ中旬から後半からやっぱ団体様の予約がバババーってキャンセル入った。雲行き怪しいなって。やっぱもう3店舗あるからさ、もう分かるわけじゃないですか。もうここでキャンセルになりましたって。でどこどこの貸し切りもなくなりましたとかってやっぱね情報共有してるから店舗が。で実際自分がいる店舗でもどんどん電話かかってくるわけよ。でいよいよやばいなと。2月の最終週の時にはもう3月の予約一切入ってなかったからね。3月の売り上げで何パーセント減とか。3月はね、実は3月2日に自分の知り合いがさ、リクルートの時の、前職の先輩たちとか同僚たちがちょうどうち10周年だったのね。そう、ここ2010年に開業して2020年今年10周年だったので、10周年お祝いをしてくれて、で集まるかどうかも本当に微妙な時期だったんだけど、皆さん集まってくれて、でお祝いしてくれたの本当20人ぐらいだったけど、お祝いしてくれて、で本当に嬉しくて、でそれをフェイスブックでこういうお祝いしていただきましたと。でありがとうございますって言って、うちもそうだけど他の店舗も本当に苦しそうだったから、もし仲良くしてるお店とかよく通ってたお店があれば、うちに限らずね、ぜひ足運んでくださいねっていうのを、別に何かを代表するつもりで言ったわけでもないけど、本心からそういうメッセージを発信したのね。本当嬉しかった。それを見てめちゃくちゃ来てくれた。言ってたよね。そう、めちゃくちゃ来てくれた。特に自分のいる店舗はね。自分のいる店舗は下手すると落ち込むどころか前年超えたぐらい。3月なんとか乗り切ったと思った。ただし街から人はだんだん消えていくっていう。
オフィスに出てくる人も減ってくるわけですよ。でランチもどんどん減ってくる、もちろんディナーも減ってくるで、4月なんて全然来なかった。4月はもう本当に4月入ってからはもう本当にノーゲストっていうかお客さんいらっしゃらない日も何日もあって、もうその頃からだよね。うちの店舗のシェフたちがとか店長たちが食材の仕入れどうしたらいいですかってやっぱりみんな聞いてくるのよね。入れても結局腐る、いやもうはけずに腐るだけ。お客さん一組で、ね、来ること考えたらメニューはやっぱ用意しとかなきゃいけないですよ。でもそのジレンマたるや、もうやっぱりその料理に携わる人からすると自分で作ったものを廃棄しなきゃいけないってさ、もちろん経営的にも痛いんだけど、彼らの心情を考えてもまあもう胸が張り裂けそうな、もうその時ですらもう胸が張り裂けそうで、ちょうどその緊急事態宣言入る直前にうちの若いスタッフの子がいたの。もう本当に高校卒業してまだ1年目2年目に入ったばっかりか、4月だから2年目に入ったばっかりの子が埼玉から1時間以上かけて通勤してたんだよ。そうでその子は自宅住まいで6人家族かな、家族なんだけど、お父さんとお母さんがずっと心配してたの。であんたいつまで仕事行くのって言って、みんなねもう満員電車も乗らずに、ね、仕事も行かないで、感染怖いからもう外出ていかない、しかも繁華街がちょっと鬼のように叩かれてたからであんたいつまで銀座へ、ね、通勤してそのリスクを冒してまで仕事行くのっていうのを緊急事態宣言入る何日か前にもう何気ない話聞いたの。あ、これはまずいと。うちのスタッフももちろん緊張感ある中で仕事してるけど、一緒に住んでるねご家族もなんか危険にさらしてんだなと思って、どっちかというともうなんとか雇用を守んなきゃとか経営をどう成り立たせるかってお金稼ぐことばっかり考えてた。少しでもキャッシュが欲しいと思って。でもその時にもうダメだと思って、経営者としてやっぱもうそこもちょっとおかしくなってて、命を守るとか当時分かんないじゃない、もうコロナがどんなものか。でも海外見たらバンバンね亡くなってる方もえらいことになったでしょ。でもかかったら終わりだみたいなので志村けんさんのもあったし、そんな緊張感のある中命か仕事かの選択肢を迫られたらもう休もうと。緊急事態宣言とともに急遽その話を聞いて翌日にスタッフ全員呼んで、もう翌日から休みするってで無期限で休業に入りますって言って、その時のその今後のプランってどう思ってたの？いや正直もうノープランだよねもうとりあえず休もうと。あとはもう売り上げが立たないのはもうしょうがないなって、キャッシュが続くまでは半年ぐらいは持つかなと思ってた。ずっと休みだとそんなことはないんだけど、なんとか一応半年分の資金は留保してあるから、なので4月休んで5月休んでもみんなのお給料も払えるし家賃も払えるし、何か滞るってことはなかったから、そこの心配はあんまりなかった。開けたタイミングから営業しようと。でその休んでる間もスタッフとはねやり取りしながら「みんなどうですか?」って言ってね、もう仕事したいのにねもうなかなか休業開けられなくてごめんみたいな気持ちもあったんで「どうですか?」っていうやり取りやっぱりしてると、うちのスタッフほとんどがやっぱ家族持ちで奥さんいてお子さんいてっていうスタッフが多かったから、その彼らの意見だけじゃないけど、全員の意見総合するとまだまだちょっと怖いから家にいたいっていう。であとはやっぱり出たとしてもまた4月の頭みたいな状況、そのお客さんがいないのに出て何するのみたいな、また仕込んでは捨て仕込んでは捨てみたいなことがあるのかなっていう、やっぱその不安だよね。その当時はもうテイクアウトでさ、割と住宅地の飲食店はね結構にぎわってきつつあったの。でも俺は毎日銀座出てきてテリーヌショコラ焼きながら街もずっとウォッチしたけど、人は少しずつ戻ってはいるかもしれないですけど、やっぱテイクアウトでにぎわってる店はやっぱ銀座にはなくて、住んでないから。住んでないしね、会社に来てないんだから。そうなのでお家に届けるっていう通販みたいのを仕込もうと。でテリーヌショコラだけやってたんだけど、チーズケーキ作ってその商品のラインナップを増やしていって、お客様もほら外出れないしなかなか外食行けないから頼んでくれる人も多かったし、そういうとこで急遽いろいろねお惣菜とかパスタソースとか、考えようみたいな、もちろん考えてたことを実行に移してやろうってスタートしたかな。その時も3店舗オープンしたんだっけ？そう、まずはランチからやってみようと。
ランチ時は少し人も出てたけど、でもやっぱり夜ねディナーで外で食べるっていうのまだまだそんな空気もなかったし、そもそもやっぱりテレワークで人来てなかったから、お店閉めようかどうかみたいな話っていつぐらい？閉めようっていうね話をスタッフと共有したのは、7月入ってからとか6月末だったかな。あおちゃんの中でどれぐらいからそのプランがこうなんかいや再開する1ヶ月半ぶりに全員スタッフ集まってミーティングしたの。ミーティングして、でも状況厳しいのはもう誰が見ても分かる状況だったから、本当ペライチのね資料を渡して、今うちのキャッシュがこんぐらいと、で借り入れしてこんぐらい、想定の売上去年前年比で 100% に対して例えば 50%、40%、30% で全部シミュレーションしたの。でシミュレーションした時に例えば 30% だったらキャッシュアウトどんぐらいしていくよって言って、でこれが続くと、数ヶ月後にはキャッシュがなくなって、でじゃあ借り入れするかで延命するかっていうのをスタッフに説明した。なので自分たちが目指す目標はなんとか7割の売り上げをキープすればもう年も越せるし来年も展望も見えるけど、全然ね売り上げがその7割届かずに3割4割が続くようだったら、ひょっとしたら2ヶ月後3ヶ月後には、クローズするよっていうジャッジをもう先に伝えておいた。もうなのでなんとか頑張ろうと、みんな全員知恵絞って6割7割目指そうと。夢と希望しかなかったし、いやなんだろうね、でも今もたくさん泣いたよね。もう何としてでも残す、火を消しちゃダメだっていう感じかな。